お疲れ様です。お疲れ様です。今回のお車は今回ははいフォルクスワーゲンのパサートです。パサート。はい。あまり見ないお車そうでですすかね。ね。コーティングでもあんまり見ないというか、うちに入庫自体がそもそも少ない車ですね。そうですよね。ははいはいはい。施工メニューはコーティングなんですか。い。いや、今回フルで全部貼りました。フルで はい。PPF ですか。プロテクションフィルムです。ああ、なるほど。はい。これってあれですか。まあワーゲンだからこの DP は一応あるんですか、型は。一応あるはあるんですけど、はい。前だけです。前だけ。前だけです。ああ。なのではい。ここまで。いわゆるフロントフルっていううちのメニューとフロントガラスまでがちゃんとして使えるメニューというか、まあデータとしてあっただけで、ミラーもフロントフルの中にはメニューとして入るんですけど、どれも全然サイズ違って結局データ使ってないとか、なるほど。そんな感じでした。ということは、はい、ここから後ろですよね。後ろまで、はい、は全部バルクですか。全部バルクです。大変でしたね。いやー、久しぶりにしんどかったですね。じゃあ全部あれですよね。もう気使いながら、そうですそうです。カットとかしていかなきゃいけないってやつですよね。もうなんていうんですかね。全部が全部全集中みたいな感じなんで、そうですよね。いつもの施工ペースの倍ぐらいかかってるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。じゃあもうめちゃめちゃ寝れたんじゃないですか。それこそ前回の動画じゃないですけど。本当にね、クラウンの時のデータじゃ、話じゃないですけど、まあ寝つきは良かったですよ。ただ逆に不安になる日もあるんですよ。明日ここまでやらないといけないけど、このペースでできるかどうかってことですね。そうです。焦ってもいけないしっていうので寝れない、寝つきが悪い日もあって、なるほど。めっちゃ疲れてたりとかもしましたね。で無事今日を迎えられたと。完成してるんですもんね。ギリギリなんとか間に合いましたね。3連休に。なるほどなるほどなるほど。お客様はあれですか、もう常連さんなんですか。いや、もう今回が初めてで、で最初ご来店された時も、この車納車前の段階で納車されて、でまあ、うちいろいろこう YouTube 活動とか、SNS 活動頑張ってるのをご覧になられて、そうなんですね。でプロテクションフィルムが気になる、やってみたいっていうことで、最初商談が始まって、なるほど。でそこからその頃はもう忙しくて、今、ホームページにも記載のある通り 2,3 ヶ月待ちだったので、確か最初9月の中旬ぐらいでご予約いただいて、ただ6月末にもう納車されちゃうんだみたいな話はされてたんですね。でポツッと1台納車遅れで枠が空いて、で巡り巡ってこの方にタイミングが回って、じゃあ早くこう施工できることになったんですね。そうです。3ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、前倒しでもう車あるならっていうことでやらせてもらって。よかったですね。少しでも早い方がね、納車されてるなら。そうですそうです。ですよね。ただやっぱりお客さんもね、9月までプロテクション貼れないって思っちゃってて、ちょっとやっぱり遠出されたのかなっていうところに傷があったりとかは、そうなんですね。なるほど。ありましたけど、まあしょうがないよねっていうふうにお客さんもおっしゃってたので、もうその上からバツバツ貼って、なるほど。こっから先はもう何も傷がつかないように、守れるようにフィルムを全部貼らせてもらいました。なるほどですね。これフルで施工されたみたいですけど、ガラスもですか。そうです。フロントガラスも入ってます。気になって施工されたとは思うんですけど、お試しレベルの感じじゃないですけど、がっつりですよね。がっつりです。僕も開口一番がそのフィルム気になるっていうだけだったので、ヘッドライトとかいわゆるうちでもよくやるメニュー、お試しぐらいの価格でできるようなものなのかなと思ったら、全部って言い出したので、本当にいいんですかみたいな、こっちとしては。でまあそこから話進めていくと、その途中だけやってコーティングを今までずっとやられてたっていう話だったんですけど、まあそれよりも期待値があるっていうことで、結局まあ
例えば半分やるとか上だけやるとかっていう中途半端なことはせずにもう全部貼るっていう、で予算もきっちり持ってきたから、もう予算内に収まればやるよっていうことで。ああ、そうなんですね、すごいですね。すごかったですね。今回ちょっと珍しいお車撮影させてもらって、そうですね、まあいろいろこだわりというか、いろいろねお客さんとお話しさせてもらって、初めて全バルクでここまでロングというか長いサイズをやったので、いろいろと普段とは違うような貼り方だったりとかもしてるので、まあそういったところ映してもらって、こういう感じなんだなっていうのを見てもらえればと思いますので。じゃあいつも聞くなんか大変なところありましたっていうのは、もう要はバルクだったってことですね。バルクだった、そうですね、まあ、いっぱいあるんですよ、それこそ大変なのも。やっぱりドア一つやるにしても、ミラーが邪魔だ、ドアハンドルが邪魔だとかいろいろあったりとかして、そこをじゃあ外すのか外さずいくのかっていうことで、まあ今回ネタばらししちゃうとミラーだけは外したんで。じゃあ逆にドアハンドル外さずに。外してないです今回。ただやっぱりベース僕らの頭の中にあるのって、DAP エクスペルさんのデータがだったらどう貼るかっていうところを考えながら、まあいつもだったらこうだよねっていうことでほとんど変わらない仕上げに変えさせてもらって。なるほどですね。たりとか、一番僕がこだわったなってお伝えできるのがリアバンパーで。リアバンパー、本当に大変でしたね。3メーターあるんですけど、ここからここまでぐーっと覗き込むと1本になってるんですよ。でフィルムの自由がどこまで効くかを考えながらスリット入れたりとか、なんでもう1枚針でスリット駆使してここまで持ってきてるんで。じゃあこれ1枚で貼ったんですか？1枚で貼ってます。ここのパーツ1本分、バンパー1本分をぐーっと向こうまでを、まあこういうなんていうんですかね、なるほど造形を意識しながら、でフィルムの動きも意識しながら、どうしたらフィルムが収まってくれるかを考えながら。じゃあこの黒い部分はまた別ですよね。また別ですね。なるほど。でもこれ黒い部分も貼ってあるんですよね。黒い部分はさすがにフィルムが落ち着かないです。そうですよね。この網網のところが。これは無理です。そうですよね。わかりました。じゃあ今回もよく寝れますね、これで仕上がったんで。いや本当にそうですね、安心して、まだうちこの間のクラウンであったように1ヶ月点検があるので、そうですね、そこまではもうちょっと気張ってますけど。なるほど。それ剥がれることなく1ヶ月点検を迎えられるといいですね。そうですね、ことがないように祈ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。